28パウロの試練。バルナバ、クプロ島出身の人は、ある目的を持ってアンテオ家に行った。彼はパウロに好意を寄せていたが、どうしてもパウロの消息がつかめなかった。それで懸命にパウロを探し回った。彼はパウロの生まれ故郷タルソへ行ってみた。そこにはおらず、何でも荒野へ行ったらしいとのことであった。バルナバは何日も彼を探し回ったが見つけることができなかった。しかしそれにはめげず、方角を変えて探してみた。彼はついに荒野の中に山小屋を見つけた。その中には人間というよりは骸骨のようになったパウロを見出した。すっかり骨と皮になった彼は弱々しく挨拶をし、今までの生活について話し出した。私はサウロなのかパウロなのかとバルナバに言った。私はしばらくの間霊に満たされていたのだが、再び暗黒に包まれてしまったのだ。両目とも見えてはいたのだが、肉体はすさみ、キリストへの憎しみが内に芽生え、次第に増大していくのを感じた。それで私はタルソを逃れ、人間どもから逃れ、以前のサウロに舞い戻ってしまったのではないかと恐れ続けてきたのだ。この砂漠のど真ん中では悪霊に襲われ、昔のように殉教者の血に飢えてくるのだ。クリスチャンどもをいじめて迫害していた頃の快感が思い出されてくるのだ。私は毎日のように古き人アダムであるところのサウロと格闘し続け、もう一度大祭司や長老たちと組んでクリスチャンを迫害しようかという気持ちになってしまうのだ。でも兄弟バルナバがここに来てくれたので本当に助かった。私はやはりキリストと共にある信仰と希望が欲しいのだ。バルナバは答えて言った。我が友パウロよ、聖霊がここに導いてくれたのだ。お前の求めているものは分かっている。だからこそ私はここに来たのだ。お前はどうしてもサウロと戦わねばならないんだよ。でもこれはお前にとって良い準備になるんだ。お前が大きな目的を果たすために選ばれた証拠なんだ。聖霊が必ずお前を引き起こし、奮い立たせ、お前の強いところ弱いところを学ばせ、古き人アダムをやっつけてしまうのさ。父と子と聖霊の皆によって命じる。悪霊よ、この男から出て行け。もう二度とパウロにつきまとうな。パウロは大きな声を上げながら言った。私の霊が再び戻ってきた。と、それから数日の間、そこでバルナバと二人で過ごした。パウロには新しい力が与えられ、勇気づけられた。これが彼にとって最後の試練となった。それからというものは、彼の意志は巨人のように強かったのである。彼は早口で喋りまくり、教会の敵方を引っかき回し、着実な信仰とイエス・キリストと共にある喜びによって、あらゆる困難、迫害、苦しみを乗り越えていったのである。パウロはこの時の試練をとても恥ずかしがった。しかし、それを知っている者はほとんどいなかった。彼が自分から己の罪深いこと、そして教会では自分が最も卑しいものであるということを話す時には、いつでもこの時の経験を思い巡らしていた。この体験は彼の最も大切な友人であるバルナバにしか語らなかったのである。